皆さんこんにちは。いつも一緒のしのぶと天元とママです。今日は映画「鬼滅の刃」ネタバレありの感想をやっていきたいと思います。はい、2月2日鬼滅の刃ワールドツアー映画を見てきてすぐその日にねネタバレなしのねほとんど何も言えないっていう状態で感想動画を出しても出てると思うんですけど話足りないのでネタバレありで今日はねいろいろ話していきたいと思いますよ。まーちゃんなんか言ってください。伊之助がさ、禰豆子に自分の名前をすっごいね覚えさせてたのが面白かった面白かったよ伊ね。之助って善逸が帰ってきた時にね禰豆子が「おかえり」って言われた時のまあその気持ちね善逸の気持ちうわ嬉しいなと思った後のオチねおかえり伊之助あの時の善逸の気持ちを考えるといたたまれない本当に面白かった。あれは面白かった。あれは原作にあるのかな。ありそうだね。でやっぱりパパいろいろ見た後感想動画 YouTube で 5,6 本見たんですけどやっぱりどうもオープニングは原作になかったみたいでアニメオリジナルだったらしいと。でもうどの動画も柱稽古編のアニメオリジナルのオープニングに関してはまあ最高だったとまあ皆さん口を揃えてねおっしゃるわけですけどまあご多分に漏れず当チャンネルでもねあそこのシーン品津川さでみとイグロバナねそうこの2人がねめっちゃ面白かったさあねもう柱稽古に入ったまず最初のあの絵ね廃墟みたいなもうお城廃城がねに敵のね本拠地に侵入していく忍びの者みたいにね少人数で影の軍団なのかねそういうことを思わせるまあ忠臣蔵赤穂浪士なのかね47士なのかもうとにかく本拠地に少人数で乗り込むぞと三年見とねそうイグローバ内で部下のね鬼殺隊も2人下がいるんですけどすぐいなくなっちゃったすぐいなくなっちゃったね邪魔だから帰帰れって言ったらひどい稲津川さでみひどいですけどまあね部下のことをおもんばかってねただ言葉選びとは思いましたけどね言葉の選び方っていうのはね思いましたけど今パワハラとか問題あるなるからみたいなねまあ信頼関係がありますから鬼がすごい出てくるんですよショッカーみたいに鬼滅の原作の中ではないことなんでしょうけどバッタバッタそれを切ってるわけなんですけどしかもこれ群れてる鬼がねそう鬼は群れない群れないんだけどねいろいろ鬼の世界にも変化が起きてるよと禰豆子が太陽を克服したことによってねそういったこともね描かれてまあそれがまたね面白いそれもまさに日本のチャンバラですよね昔でいうところの新選組のね起きた宗師よろしくねこれ切ってるわけなんですけどまあ面白かったね最後にさ、無限城が出てそうなのよついにこの先のね無限城編を思わせるね品津川さでみとねあれがねイグローバナイが鬼についていったら、無限城だったそう無限城ねないよねで結局原作にはないシーンなんだけどやっぱりねその物語柱稽古編っていう長いストーリーの始まるワンクール始まるテレビアニメの冒頭のシーンにこだわってるなこだわってないなってやっぱり見てても分かりますからねこっちはとにかくねいきなり映画が始まって冒頭のシーンいきなりスタッフの名前がブーって長く出てきたってさ別にスタッフの名前は大丈夫よ英語だしみたいなさとにかく冒頭のシーンへのこだわりっていうのがやっぱりねこっちに伝わるそれが本当に良かったんで最初のシーンで廃城のさ城に入っていく入り口のところの絵のね廃れてる感じと霊障の心霊スポットに来たみたいなね重々しい感じがねでそれに対して本拠地に4人で乗り込んでいくってねこの勇気とね面白かったね女性をこう助けるんだけどねとにかく品津がお前は女性を助けろと後ろは俺に任せろと信頼関係というかねその辺で危ないデカよろしくねタカみたいなねそういう感じでねまず危ないデカ好きだもんね知らない人がいっぱい出てきてるご視聴の皆様パパ何言ってるか何にも分かんないと思いますけどうちちんぷんかんぷんだもん原作にはないんだけど要は原作にあるシーンを違うように表現するわけではないですからいわゆるスピンオフだよねちょっとしたその幕間の芝居というかね例えば刀鍛冶編の間善逸と伊之助遠征先で何やってたのっていうところをまあ出してるああいう原作では描かれてないプラスアルファの部分を埋めていくこういうシーンをどんどん作っていってほしい
結局ほら UFO テーブルさんも2019年に立志編放送されてますから、そこからもう4年ですよ。20、21、22、23、24、25、26、4年ですよ多分。分かんないけどね、分かんないけど多分4年ぐらい、4年ぐらい、おおよそ4年ぐらいの歳月の鬼滅の刃をこのクオリティで作り続けている方たちですから、まあもうね、何を作っても外れることはないと思いますから、実美とね小花井のやり取りみたいなのもね、あ、そういう関係性なんだろうなって、俳優さんも結局もう染みついちゃってるから、もう何が面白かったって、このパンフレットね、多分もう熟読しましたよ、すごい。内容多分言っちゃダメだから言えないけど、各柱の声優さんに久しぶりにね収録の心境を教えてくださいっていう質問をしてる。それに対してね、胡蝶忍の早見沙織さんは背筋が伸びるような空気感みたいなことをおっしゃっていて、やっぱこの忍のねこの役に忠実というかね、対して甘露寺光役の花澤さんは、柱のキャストが集まったアフレコ現場は賑やかで楽しかったですみたいなね、全然コメント違うんだけど、でも本当に光ちゃんとやっぱ花澤さんがもう本当に同じ、早見さんと忍さんが同じになってるっていうで、びっくりしたのは、花江さんがねまだ多分キャストが決まってない時にコミックを読んだ時に、天元さんのキャストは小西さんっぽいなと思ったんだって。そしたら小西さんになった。そのぐらいやっぱりねキャスティングがすごいなと。花澤さんもこの中で書いてますけど、笠井さんはやっぱ無一郎っぽいし、役と役者さんが同化していくって、やっぱ4年歳月ありますから、どんどんこう役に近づいていくっていうかね、そういう演技のアプローチを多分されてることが、鬼滅これだけ長く人の心を捉え続けている一つの大きな要因、そんな気がパパだけはしますね。他の方は分かんないですよ。他の方は分かんないけど、パパはそんな気がしますね。それこそもう花江さんなの炭治郎なのどっちなのどっちでも一緒だなみたいな、そういう気さえしますよね。今日はこんぐらいしとこうか。あとだからやっぱり映画ですから、刀鍛冶の里編はもちろんもう見てるわけだから内容も知ってるし、絵も芝居も見てるんだけど、やっぱりね音響、これは多分もうどの皆さんもおっしゃるけど、音響がもう当然その鬼滅の刃魅力の大きな一つの要因として、やっぱり竈門禰豆子の歌の音楽って、鬼滅の刃テレビシリーズ、煉獄さんの飛ぶよ、どんどん飛ぶよ、煉獄さんのやっぱり力とか無限列車編がやっぱり社会現象になった一つの大きな要因ではあるんだけど、立志編のテレビシリーズの火の神のお話の時の竈門炭治郎の歌ね、あれね、でこのバケツの時、激しいアクションシーンの中にてんてんてんっていう曲が入り方ね、鬼滅なんか違うっていう、あれはねすごくねよかった。よかったそのぐらいその鬼滅、やっぱ音楽がいいんだけど、その音楽をやっぱり劇場の音響で画面と合わせて、芝居と合わせて演出と合わせて聴けるっていうのはこんな贅沢ないねと。その意味でも音響がやっぱりすごかった。冒頭にさ、立志編無限列車遊郭刀鍛冶っていうね、こうダイジェスト版で出るんですけど、やっぱりね煉獄さん赤座のシーンっていうのはね、あれはすごかったね。日野聡さんね、それも言ってますよ、花江さんがここでね。やっぱりその本当に煉獄さんに感じると、日野さんの本当にお芝居にまっすぐ向き合う日野さんの姿が煉獄さんに見えたと花江さんおっしゃってますね。これぜひゲットしてくださいよ、これね。すごい。それがやっぱり伝わるんだね。なんとなく大きい声出して芝居すればいいだろうみたいなさ、そういうことではね、ここまで人のね心は動きませんからね。そのぐらいやっぱりね良かったと。ネタバレあり。あと何ネタバレ、ワールドツアーっていうのは大きいね。でやっぱりこれはだってさ、そのゴッドファーザーにしたってゴッホにしたってオットーという男にしたってさ、世界中で受け入れられるわけじゃん。それはアメリカ映画だからってアメリカ人だけが楽しむものではないからね。鬼滅の刃って日本のアニメだからっつって日本だけが楽しむわけじゃなくて、ワールドツアーで世界中の人がやっぱり楽しんでるっていうのは、要は同じなのよ、人間である以上。
そういうことなんですよ。だからやっぱりこれはただのコンテンツビジネスでは何でもなくて、やっぱり文化芸術なんですよ。ゴッホね、ひまわり素晴らしいっていうのと一緒で鬼滅素晴らしいってやっぱりなるわけですよ。音楽と映像とお芝居で。それだけ人の心が動きて一つになれば世界は平和になりますよ。鬼滅の刃でね。それをぜひやってほしい。やってほしいんだよ、鬼滅はね。だからワールドツアーずっと続けてほしい。一生だから一生無限上編にはいかないでほしい。一生そのねスピンオフを作り続けてほしい。各柱の任務をずっとやってほしい。でやっぱ世界共通なので、だってそれはそうだよね。家族を殺されてさ、無残にさ悲しまない人はいないわけだからね。子供がいや空爆で死んじゃったけど子供別にまあいいかみたいな人はいないわけだから、世界に一人も。それは共通なわけだから。でそれに復讐するっていうのも共通なわけだから、それはねみんな共感していきますよねと。そういうことですよねえ、まっちゃん。大丈夫かこのじじいはみたいなことになってますけど、大丈夫ですよ。酒は飲んでません。酒は飲めませんからね。パパは酒を摂取したら死にますから。もうそのぐらいワールドツアー鬼滅というこの文化芸術がね、世界の人には良い影響を与え続けていることにパパは喜びを禁じ得ない。我々もね、命ある限りね、この鬼滅の刃の素晴らしさをね、皆さんと共にね、感じていきたいなと思っておりますよと。あとなんか言い忘れたことある？いつあれ面白かったよね。中国会議の時で見てたあざがね、できるんですよ。炭治郎が遊郭の時にやっぱあざできてるでしょ、緑一の。でそれがあざがね、発生するっていうね。でそれで無一郎とみつりちゃんにもあざができたんだよね。でそのあざのことをね、どうやったらあざができるのか説明するときにみつりちゃんの説明がめちゃくちゃ面白かった炭治郎と同じタイプ。彼女殿どうしたんですか。だからそれやーってやってこうやってピーってポーってやってピーって最高ビーンみたいなそういう感じでそんなんじゃないびっくりしてみんなびっくり。イグロこうやってやってたからそれを無一郎がすごく論理的にまだ若いのにね説明してたよと。その時のみつりちゃんの顔が面白かった、面白かったよね。これをだからその読むと本当にそれはみつりちゃんであり花澤香菜さんでありっていうさ、だからそれやっぱりねアルパチーノがね言ってたそうですよ。いい役者ってどんな役者？役の幅が広い役者、ね、この役もできればあの役もできる、暗い役もできれば明るい役もできる、その役の幅が広いいい役者だ。だけどどんないい役者でもできない役はあるってアルパチーノが言ってたそうです。人づてに聞いた話ですけどねアルパチーノとは何の縁もゆかりもございませんけどアルパチーノって何？アルパチーノフラペチーノだからフラペチーノは言ってないですよ。言ってたのはあくまでアルパチーノですけど、でもアルパチーノがフラペチーノが好きかどうかはそれは分かりませんけど、ハリウッドアクターズスクールって言ってレリードだったりケビン・コスナーだったりいろんな有名優さんの演技学校の校長を今ねされてるリー・ストラスバーグとステラ・アドラーっていうね人がいたんですけど、それが演技を教えるんですけど、だからやっぱりそのハマり役っていうかね、だからその花澤さんのその底抜けの明るさとみつりちゃんの底抜けの明るさっていうのはやっぱりちょうどマッチしたのかなって。で忍さんの全てをこうね笑顔で表現するけど、その裏にあるこの怒りだったり、炭治郎言ってましたよね。忍さんと炭治郎が屋根の上でね立志編の最後の方で話すシーンがあるんですけど、炭治郎が怒ってますよ。怒りの匂いがするみたいなね。全然怒ってないんですよ表面は。だけど常にその怒りを鬼に対しての怒りを常に持ってたりとか、それがやっぱ速水さゆりさんと重なるというね恐ろしい女ですねまあそのぐらいやっぱり本当にねもう最適キャスティングというか、やっぱりハマる役とハマらない役ってやっぱりある俳優さんにとよってね。だからその日野さんも蓮子さんに絶対合ってたんだろうし、例えば関智一さんとかね、赤座の石田明さんとかね、あの辺の人はどんな役もできるんでしょうけどまあでもやっぱりすごくハマる役っていうのはあるんでしょうね。そういうねものを感じられるので面白かったですね。もうこのコメントぜひ読んでほしい。本当に皆さんに本当にハマってると。ダメな人が一人もいないよね。本当にいない。よくこんなキャスティングをしたできたなっていうね。そうだからほら UFO テーブルでしょ、これ UFO テーブルさんでしょ。フェイトのキャスティングがびっくりするぐらい、予算大丈夫っていうぐらい本当にすごい、ベテランのうまい俳優さんたちをキャスティングしてるの。フェイトが
すごいだからキャスティングって大事ね。梶裕貴さんの話をちょっとしていい？梶裕貴さんってサビトの鬼滅でいうところのサビトの声優さん、今ね AI でその例えば梶裕貴さんの声を覚えさせて、それでなんか芝居させたり歌わせたりするんだって。だからそれどうなのっていう著作権じゃないけど、その梶裕貴さんもそうです。結局そのインタビューではやっぱりその魂を込めて削ってその役をこう作り上げてるのでちょっと残念ですみたいなことをねコメントで言ってたけど、やっぱり、ね、魂を削るんですよ声優この人たちは。それがやっぱり我々の心を動かすと、それを世界の人の心を動かすと、少しでもより良い世界をにするための必要なワールドツアー、鬼滅の刃、絆の奇跡、そして柱稽古ぜひご覧ください。気持ち悪い。まあね、宣伝じゃなくて本当にね見てほしいなという気持ちですね。まあお金がかかることですからね、見れる方はってことでね。パパ長い。長かった、ごめん話長かった。長い、すごい長かった。ね、2、3分にとどめるつもりだったんだけど、じゃあ70回ぐらいしてる。まあとにかくね、その鬼滅が素晴らしいのと、あとうちの当チャンネルに関しては視聴者さんが素晴らしすぎて、その視聴者さんに恩返しをしなきゃすることだけが我々の喜びなので。そうだね。どうして今いいとこであくびしたんだ。そこあくびしちゃダメだ。ということで何度も見てもらえるような作品にちゃんとしてるよね。特にその冒頭のシーンかっこよかったな。アニメオリジナル素晴らしかった。面白かったよね。あそこだけは何度も見たいね。見たい。いや面白かった。こんなとこかな。もう時間も時間ですから。そうですね。ということで長か長かった。口下手ですから2、3分の動画になっちゃってると思うんで本当に申し訳ない。った。そんなことないです。とにかくね、サネミとおばないのコスプレやらないとね。そう早く作って作るの一緒に。ただその前にウロギの足を作んないと。ウロギの足をね。まあ4月までありますから、まだまだ刀鍛冶編をちょっとね、当チャンネルではめでつつ待ちたいなと。まちゃんいいですか？早く終われっていう圧がすごい無残並みの圧が、早く終われっていう無残並みの圧を感じるので、ちょっとこの辺で終わりたいと思います。はい。せーの。最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンもお願いします。チャンネル登録お願いします。違う動画を見てね。バイバーイ。早く終われ忍者。なぜね、天元さんのコスプレをしたのか、なんとなくしたかったからです。かっこよすぎて天元さんが。